白子必須ですよね。それしかないエビは、結構ね高い。700円です、1パック。はいはい。シャコ。おはようございます。昨日黒鯛250キロだったんで、今日カメラ持っていきます。トラフグはゼロでした。あれからもですね、ちょこちょこ取ってます。ですが昨日はゼロでした。ただチヌが多いような潮だともうチヌ取ってた方がいいかなとは思います。トラフグはですね本当に難しいですね、狙うのが。もうジャストの時間でピンポイントに、トラフグ何個かつくとこがあるんですけど、それどこかがわからないですよね。しかも時間はもう一時だけ。その時間にピンポイントでつくところに行かないといけないんですが、なかなか当たりません。昨日ちょっとゼロだったんで、この潮ではちょっと無理かもしれません。もう終わったのかもしれませんけどね。もう4月の終わりになるともう今日はどうなるでしょうか。頑張って行ってみたいと思います。まだ日が暮れてないんで多分入り悪いと思いますが、そここれならいいかっていうぐらい。実際に日が暮れる前はやっぱこの小さい名古屋フグめっちゃ多いですよね。いつでも拾えんやつばっかりですけど、日が暮れる前にしてはまあ良かったかなと。拾えるのはこれだけですけど、カットしてもいい感じの網ですが、日が暮れた後の比較でいいので使うかもしれません。まだ日が暮れきってませんが、バチバチカニが入り出すという。うわまずカニの入り口がチヌはでもあんまり変わりませんでしたね。ちっちゃい名古屋は消えましたけど、拾えるのが2つ。カニがすごかった。初日の漁みたいな感じですね。でもちっちゃいな。今日は初日並みにやっぱ塩でしょうね。ずーっとこんなにいなかったんだけどね、他に。初日並みにちょっと小型ですけど、リリース多いけど、こんなちっちゃいのでも席持ってますね。リリース多いけど初日並みにカニが見えますね。どでか冷た貝、色ですね。これこっちがほんまの冷た貝、ちっちゃいのは花冷頑張って。カニ続きますね。やった。これはいい、素晴らしいの来ました。カニがいつまで続くんか。タイドグラフの山のてっぺんまではなんか続きそうな感じはします。昨日は1番40匹とかあったんですが、今日はチヌが全然いない。親のダブル2つ目が残念ですけど、めちゃくちゃ嬉しい。素晴らしいな。らしい。今日はチヌが非常に少ない。なんで昨日250キロいたんですけどね、
どっちかで知能を目的に来たんですけど、まさかカニがメインになるとは。すごいな、うわ、また親すごいな、本当に信じられない。これは先週続けてじゃないですけど2回雨が降ったんですよね。で川から水が出てきてるんで、今も生けすの水とかちょっと濁ってます。それで押されて出てきたんでしょうね。今日はもう切れるまでちょっとカニ頑張ってみます。めちゃくちゃ珍しいヤケ貝見つけました。アルビノなんですかね。でもアルビノの人も甲羅が白い、中どうなんでしょう。通常はこちら美味しいです。これすごいですね、初めて見ました。コレクション品に取っておきます。さらにレア松山忘れかな、見つけました。これ松山忘れかな、ヤケ貝でしょ。キープ、両方キープ。あれ、カニ消えた。一つまでの一つ取ればいいんですけど、カニ消えたら血の入った。なんか前と同じパターンですね。まあチヌ少なかったんでチヌで全然 OK です。でもカニも一応3つ、3枚、さらに松山忘れ。これはちっちゃいので逃がしておきましょう。どうやらチヌタイムになったようですね。ほんとカニ消えたな。もう一枚いった。あ、ね、一枚いれば十分。やっぱりカニが消えたのはタイドグラフの山のてっぺんでした。悪い闇が続いたんで魚場買いました。で魚場変えて思い出したんですが、ここ馬面はぎが結構昔からつくとこなんですけど、今年はまだ魚市場でも1匹も見てません。いないでしょうね。おお、オンの親、これは上です。しかしオンの親が入ってなかったら結構魚場変えても時間が悪いのか手間が悪いのか微妙な。淡路千尋出てきました。1日に 2,3 個見ます。キープ。はそういや2目もあんま見ませんね。高橋川の真沖に行ってみましょう。そこも西貝がおるところです。おお U ターンしようか。でもこんなん U ターンしても入らんでしょうね。もう親が多い。一発がでかい。そしてシャリゲタがね、今年はもうていうかもう一時全然いなくなったんですけど、まだ見える方なんですよね。シャ
ャリネタがとにかくもうレアなんで、これも結構一発がでかい。まあこれには到底及びませんが、かかってるんでしょうね。なんか突っ込んどるし、こうギュッと大尾でしょうね。時間がやっぱ悪いんか、カニがいませんね。取り行って帰りましょうかね。もうでしょうか。めっちゃうまいんですよね。いらしておきましょう。西は降りました。昨日250キロで今日100ぐらいでしょうか。あれボールだ。買いました。お、ナイスヒラメ。もう3月中旬から全然見ないですよね。ラストです。ラスト下り返しなんでカニいるかと思ったんですけどいませんね。じゃあこれで帰りたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。昨日、はい。チヌ250キロだったじゃないですか。はい。しかも池間が持たんけん、ちょっと最後逃げながらやって250キロだったんですけど、はい。当然今日も取れると思ったんですが、あら。なんとチヌ少ない。あ1日でなんでこんなに。でも150キロです。貝はこちら。はい。西です。はい。よいしょ。おお、カニ。チヌが少なかった分、はい。なんかカニが多かった。チヌが入らんから多いのか、チヌが入ったら道具がどうしても浮くけんない、それとも雨が降って川から水が上るけん第2弾が出てきて多いのか、それともその両方か。なんか親が死んどる。どう見ても死んどるでしょこれ。これはでも美味しいよ多分。びっちり粉が入っとるが。朝ごはんですな。はい。あと石金がもう異常に多い。おお、本当だ。多いな。今日多分一番多い石金も。皆さん今日もハードワークボッケお疲れ様でした。ガン爆弾鼻垂れです。ただこれで合ってるんですかね。鼻垂れを買おうと思ったら結構何個も出てきまして、でも多分これだろうと思ってこれ買ったんですが、鼻垂れってこの鼻垂れかと思ったんですが、なんと違うそうですね。お酒の先生の方々はもちろんご存知だと思いますが、一応説明しておくと、初垂れと書くんですね。鼻垂れって上流の最初に少量だけ垂れてくる非常に希少で濃厚な高濃度 60% 以上の焼酎です。下高いんこれ。でも度数は40度ですね。華やかな香りと凝縮された旨味が特徴で、凍らない冷凍庫で冷やして飲むパーシャルショットが定番。
代表作は黒木本店の爆弾花タレって書いてるんで、やっぱりおすすめしてくださったのは多分これで合ってるんでしょう。ではいただいてみましょう。なんかもう瓶がうまそうですよね、これ。今日死んでたカニうまそうですね。これを酒の魚にして、なんかいい音です。肉球にゃんこ氷いただきます。香りはもうすごいいい香り。芋焼酎の香りですけど濃い。今まで飲んだ芋焼酎の香りの中では一番濃いのではないでしょうか。濃厚な香りですね。とろっとしとる。いただきます。ものすごく濃い。濃厚な香りと濃厚な味わいですね。凝縮したような。これはですね、めちゃくちゃ好きです。ちょっと驚いてます。とろみもあるのがまたいいし、あれですね、バナナアイスの味ですね。これめちゃくちゃ好きです。これびっくりした。天使の誘惑とはまだちょっと違うタイプの香り高い感じ。ここでしょう、やっぱりね。一緒にこの咳すごいですね、本当に。泥が入ったんで死んじゃったっぽいですね。味噌がうまっ。うわーすごい。味噌と一緒。うまっ。これまだ生きとったな、多分ギリギリ。弾力がありますもん、肉に。ただ飲む焼酎は鼻たれじゃない方がいいですね。あくまで単体で飲んだ方がいいです。これもう香りがすごいいいんで、こういうのはやっぱ普通の焼酎の方がいいかもしれませんね。さすがにバナナアイスとこれは合わないですね。では爆弾花たれの評価を見てみたいと思います。ちなみにさっき調べたのは花たれ焼酎で調べたんで、爆弾花たれではないです。冬季限定の超濃厚な芋焼酎原酒です。確かに超濃厚です。蒸留の最初に出てくる花たれを使用し、バナナやマンゴーのような華やかな香り。わかります。マンゴーはちょっと違うけど、もうバナナですね。バナナアイス。子供の時に食べたバナナアイスの味です。これ冷凍庫で冷やしたストレート。ちょっとこれやってみないといけないですね。とろみが出るらしいですもんね、冷凍庫で冷やすと。以前ジンを凍らしてって教えてくださったのも結局凍らすってそういうことなんでしょうね。冷凍庫で冷やせってことなんでしょうね。教えてくださった方も凍らないことは当然ご存知だったと思います。もう先生ですから。自分がその受け取り方を間違ったんでしょう。冷凍庫で冷やせばいいですね。またやってみたいと思います。せっかくカニがいるんでカニ飯にしたいと思います。ここは手のとこ美味しいですよね。あとこの白いホワンホワンのところ、これ美味しいですよね。カニ飯って普通醤油のね炊き込みご飯みたいなやつなんですけど、もう食べる前からわかるんですが、おそらくそんなことをするよりもこっちの方が絶対美味しいでしょうね。食べる前からわかる。軽く塩振ったらどうじゃ。いただきます。カニが多すぎてご飯にたどり着いてないんじゃない。いや、たどり着きましたちゃんと。もう予想通り炊き込みご飯にするよりも圧倒的に美味しい。炊き込みご飯にするとちょっとカニの風味とかがなくなりますが、これはもう完全にカニ食ってますね。先のところいただきたいと思います。大変美味しゅうございました。今回もご視聴ありがとうございました。塩かけてみます？チャットは。とりあえずこれでいってみよう。どうです？すごいね。塩いります？塩もいらない。身が甘いね。渡りガニ好きの人はみんな渡りガニが一番甘いっていうような。